運命のエンジン燃焼開始。爆発した。やない。皆さんこんにちは。こんにちは。ガンダムを作るゲーム、カーバルスペースプログラム中。ロケット飛ばして他の天体行くゲームや。そんなこともできちゃうの？ボケんねー。で、今日何作るんや？みんなはタイトルとかサムネ見てわかってると思うけどこれだねこれ。ガンダムシリーズ来た。そう、土台って兵器だね。土台。正しくは土台 YS。視聴者さんからも作ってほしいってコメント100個くらい来てる。リクエストありがとうございます。その中でも多いのは上にグフ、つまりロボットを乗せても飛行できるのかどうか調べてほしいって内容。なんやこれ。ということで土台はいろいろ乗せて飛行できるのか、今日も元気にガンダムの闇を暴いていっちゃおうかな。また後ろ。よいしょ。何事もなかったかのように片付けるな。今日やることいっぱいだから遊んでる暇ないの分かってほしい。どの口が言ってんねん。じゃあ土台作る前に目安。もちろん1分の1で作りたいからスケール設置。公式資料で分かってるのは横幅だけ23メートル。視聴者さんが言うにはサイズは当てにならんらしいで。とりあえず基準にしてプラモデルとか参考にしながら調整していく感じにしようかな。じゃあサクッと作ってくよ。いろいろくっつけるコア構造はいつもの燃料タンクか。機体の重量バランスも変更できるから基本これ。土台の機体は平べったい長方形みたいな形状。端に主翼とか尾翼ついてるから空洞構造も作っておく。ここに接続する感じか。そういうこと。土台の中で一番再現難しいのは胴体だね胴体。このゲーム四角いパーツがまともにないで。これは昔ドップ作った時に思いついた作り方。翼を90度向き変えて厚さと断面を利用する案。やった。若干かまぼこ型になっちゃうんだけど、かなりそれっぽい形作れるね。胴体完成や。次はコックピット。横のエアインテークも含めて B2 爆撃機みたいな配置や。既存のコックピットでいけるだろうと思ったけどサイズがでかちゅぎる。仕方ないからフェアリングパーツで自作。形状はロケット先端みたいにとんがりやな。サイズ感がわかんなくなってきたけどとりあえず設置。エアインテークも近いサイズなかったから全部自作するしかない。で、この横があまりに曲面になっちゃってるのがどうも気になる。そこで幅を小さくして厚みのある翼を入れれば、ある程度角が立つ形状を作れること判明。翼パーツやけどやばいほど揚力発生せんのか？進行方向から90度横向いた状態だから多分ほとんど影響でないと思う。ほら結構近い形できたでしょ？じゃあ翼つけてくよ。公式の数値が正しいとすると、翼の幅は片側7から8メートルくらい。結構でかい。交代翼になってないんだけど土台の最高速度は時速 380km、マッハ 1.1。かなり無理やりやろ。飛行速度もどうなのかチェックしたい。その前にこれが飛べるかや。今作った形状を下書きにして翼を分割。翼端にラオル割り当ててそれっぽく飛行できるようにします。翼端日ガラスにすれば主翼できちゃった。レナのナタや。機体側面、主翼と尾翼のつなぎ目も構造あったからもちろん作っておく。垂直尾翼は外側に40度くらい傾いてるね。そしてかなり細いのが飛び出てると。折れるレベルで細い。というか土台の主翼も薄くてかなりペラペラ。意図的に壊れやすくしてるようにしか思えない。余計なこと言うな。やだ結構できてきちゃった。ゆるふわ軍事チャンネル。あとは動力乗せて前作って完成だね。難しいところは全部作り終えた。今回乗せるエンジンは中サイズで一番強いのにしようかな。理由は見た目が似てるってだけです。これぶっ飛んでいくやろ。その両脇にも小さいエンジンついてる。合計8機。そこらのロケットよりパワーある。大丈夫空気読んでちゃんと水力制限入れておくから。じゃあ最後の大きいパーツ。フロントの丸い構造や。この機体、見た目爆撃機だしエアインテーク的な構造だと思うじゃん。それしかないやろ。ミサイルランチャーになってます。好きあらばミサイルランチャー。確か現実の機体でも胴体にランチャー埋め込んで発射するってのはあったと思う。多分珍兵器枠やろ。なぜ土台はこういう配置になったのか。それはこの後作る構造で明らかになる。合理的な理由があるとは思えん。もちろんランチャーは作れないから見た目だけロケットエンジンノズルで再現。大丈夫か？
できたできたできた。誰かさん逆噴射しそうで怖い。車輪をポイッとつけて、そして胴体下部に垂直離着陸用のエンジンをつける。そういうことか。爆弾層の位置に垂直離着陸エンジンついとるから機種に攻撃用の装備つけたんか。ちゃんと考えられた位置についてるでしょ。ミサイル放ったら重量バランス変わって垂直離着陸無理そうやけどな。あ、またへそ曲がりなこと言う。事実や事実。よーし、あとは垂直離着陸用の遠隔操縦装置つける。ロケットみたいに真上方向にコントロールするものでめちゃ重要。はい、ということで完成した1分の1土台。重量165トン。165トンって。原因はエンジンだね、エンジン。前に装飾用の8機、後ろに合計10機、リフトエンジンとして6機ついてる。これで前後バランス取れているのか。パーツ数はかなり少なくて166個。製作にかかった時間はだいたい6時間かな。見た目以上に時間かかっとる。ということで今日のパイロットはこちら。いつもスパチャくれる視聴者さんや。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今だいたい2ヶ月待ちくらいになってるから注意してください。みんなコメントした後気長に待ってな。じゃあ飛行試験やっちゃおっか。よいしょ。来た来た。ちょっと見た目怪しいところあるけど8割方上手にできた。飛行特性見るだけなら十分や。動力確認。反転してるとかバグはない。いけるで。RCS 姿勢制御スラスターオン。垂直離陸してある程度高度取ったら水平加速する。難しい垂直離陸や。じゃあ行くよ。エンジン燃焼開始。やばいやばいやばい。エンジンパワー強すぎや。想像以上に強すぎた。これもうロケットや。レブ食べてる。姿勢制御開始。狂った UFO みたいなっとるやろ。一旦冷静になろう。エンジン停止。ひっくり返る。というか制御がおかしい。とりあえず SAS で自動制御するしかない。待って、どれだっけ？何やってんねん。これ？誰かさんの判断遅れて墜落する。もう何もできま大爆発した。せん。やっちまった。とんがりコーンにコスプレしてる視聴者さんならいた。城入ってたら工事現場や。でも幸先はいい。原因は単純、エンジン推力が強すぎた。よくわかんないけど勘で 50% まで下げてやってみようかな。最初からやっとけ。やってみないとわかんないんだって。それと忘れてた翼端のチカチカつけておきます。高校どうやったか？なんかおかしい。いつもおかしい。どういうこと？なんか雨車なっとるやん。今日雨社会だから。色だけや色。さっきの飛行前はカットしたけど今回はたまらない。サスペンション設定変更。100回以上作ってまともに調整できてません。どっち強くすればいいのか忘れちゃうんだって。収まった収まった。はい、2回目行くよ。エンジン燃焼開始。しまった水力 100% なってる。後ろ行く。しかもエンジンバランスが前すぎてる。あかん。あっちゃー。爆発した。ちょっと今のリプレイ見せて。こっちみんな。ずんちゃんの優れた設計なら視聴者さんどんな状態からでも脱出できる。放り出されただけや。はい、試験飛行3回目。カットしたけど垂直エンジンを後ろに1メートルくらいずらしてきた。確か微妙な差でひっくり返るんやな。垂直離陸は少しの重量差で影響出やすい。RCS オン。コントロールを垂直方向に入れ替え。これ今までしとらんかったやろ。ついでに水力も下げておく。準備は整った。エンジン燃焼開始。次はまともに離陸できるか。水力アップ。40%。ぶれないようにゆっくり上げてくよ。来た来た。上昇開始。若干機体重量は後ろ気味だけど水力変更でなんとかなってる。いけとるで。ね、完璧でしょ？膠着装置確認。もうちょっと高度上げて水平飛行やってみる。土台無理かと思った垂直離陸成功や。ここからが難しい。次に水平エンジン転化してコントロールも水平に入れ替えないといけない。こっち方向からこっちやな。じゃあ行くよ。水平エンジン転化。姿勢安定。すぐにコントロールを入れ替える。入れ替わったで。
崩した。重心良かったのにどういうこと？ SASA にしたままや。やっちゃった。垂直エンジン切ったけど間に合わん。誰かさんのコントロールミスで墜落する。ずんちゃん3つも4つもできないって。爆発した。いざやってみるとパニックなっちゃってミスしちゃう。膠着装置はいつも通りバグってる。もうこれあかんやろ。とりあえずそのままでもう一回やってみる。機体は多分うまくできとるで。調整地獄なるかなって思ったけどなんとかなりそう。離陸開始。やっぱり重心後ろ耳や。で、膠着装置を上げると、まぐりまくりの膠着装置格納。ここまでは順調。次は水平維持したまま加速してみる。水平エンジン点火。加速開始。垂直エンジン燃焼停止。あかん。なんかおかしい。というかさっきと変わっとらん。いつもおかしい。これ一旦水平離陸させた方がええ。そういえば一回もしてなかった。わあ、眩しい。こっちみんな。課金視聴者さん飛び出した。やだ、大ハードなっちゃった。あそこにいるけどジョン・マクレーンは多分無事。原因が何言ってんねん。なんか興奮してピチピチスーツムレムレなってきちゃったけん。ジョン・マクレーンか。あれはシャツか。水平飛行怪しいからとりあえず滑走して離陸してみる。多分めちゃ後ろ重心なっとるで。そう思うでしょ？実は逆でめちゃ前重心になってる。設計画面でそうなってるんだって。機種上げ開始。やばいやばいやばい。またメルセデス・ベンツなっちゃった。伝説の宙返りやめれ。どういうこと？絶対こうならないのに。明らかに後ろ重心の動きやろ。だから前重心なんだって。調整地獄来るで。仮に重心じゃなくて翼で作った胴体が原因ならほぼ修正不可能。ヤバタニエンの事態かもしれない。これ吹っ飛んだコックピットや。ゆるふわ軍事チャンネル。みんな見てほしいんだけど黄色の中心めちゃ前にあるでしょ？ほんまや前重心なっとる。ということは逆に機種下げの動きしないといけない。でもこれまでの飛行は明らかに逆。機種上げの動きしてる。こんなこと初めてやろ。翼で作った巨大な胴体で異常な揚力発生してたら全部作り直ししないといけない。ずんちゃん最大の危機。どうすんねん。データ上の重心無視して前重くすれば飛べるとかない？一番楽な方法で解決しようと試みる東北ずんこ。普通にバグってる可能性あるんだって。多分予想だと本当の重心はもっと後ろにないといけない。とりあえず後部燃料全部抜いて軽くしてみる。さらに前にエンジン2機埋め込んで重くしてみた。インチキ方法で無理やり重心変更。よいしょ。ゲーム内の重心無視してさらに前重くしたで。というかガチでこれでうまくいってくれないと困る。動画の尺30分コースなるかこれで決まるで。では行きます。エンジン燃焼開始。運命のエンジン燃焼開始。爆発した。やない。これはひどい。想定外の事態発生。あ、なんか出てきた。あかん。これ課金視聴者さんや。笑った。何笑てんねん。なんか今日いつも以上に忙しいね。息はある。原因なんやったんや。間違って重りとして内部に埋め込んだエンジン点火してた。ズンペロ。普通に自分のミスやろ。そして車輪がやばい。マジ壊れる5秒前。さっさと行け。じゃあ行きます。エンジン燃焼開始。あれ？ちょっと待って、そっちじゃない。先っちょのエンジン点火しとる。入れ替えミスしてる。ブレーキ。摩擦 0.2 にしてあるから効かない。こっそりインチキすんな。現実に結構近いんだって。そのまま森に突っ込む東北ずんこ。土台ならバックでも離陸できるはず。今こそ真の力を見せるとき。吹き飛んだ。今日一番まともに飛行してる。視聴者さん脱出。超魔。激突した。面白すぎるんですけど。台本通り IC 映像撮れてずんちゃん大満足。クソ野郎か。はい、一応ちゃんと調整してきた。最初からやっとけ。あのね、朝8時から作り始めて今夕方6時なんだって。ミスが多くなるのは長時間労働に原因がある。だからその原因
ン作っとるの自分やろ。なんか言った？よそ見せんと画面見る画面。現在の速度時速 600km。ちょっと鈍いけど機種上げ開始。来た来た来た。バカ大事。どうや？いけてる。ちゃんと飛行できとる。適当に重量バランス調整しただけだけどかなりいい感じで収まってる。ということは画面の重量バランスは誤りやったということやな。それどころか今までも間違って表示されてたケース絶対あるって。調整入れても飛べんかった機体それやろ。よーし、とりあえず飛べることは分かった。せっかくだから垂直離陸してやってみようかな。はい、仕切り直して離陸やってます。もう垂直離陸はできるから問題なのは水平飛行に移るところ。土台、垂直離陸開始。機体まっすぐなるまでゆっくり推力上げていった方がいいみたい。ほら、完璧でしょ？次に水平エンジン点火する。水平加速開始。このまま下のエンジン切ると墜落しちゃうから注意。水平方向にコントロール切り替え。今飛行機みたいに正面の操縦なっとるで。速度出てきた。ある程度翼が風掴んだら水平エンジン停止。現在の速度 340km や。どうかな？水平飛行できとる。ずんちゃんすごくない？皆さんこれ5回目や。余計なこと言わなくていいんだって。はい、さっきと同じくらいのところ来たね。じゃあいつも通り簡単に飛行試験しちゃおっか。現在の高度約 2700m、飛行速度 1050km、マッハ 0.8。大きく倒して旋回開始。綺麗に回れとる。これね170トンくらいあると思うんだけどかなりの旋回性能。想像以上に機動性高い。水平尾翼小さめなのにここまでいけるんか。もちろんエンジンの水力変更を使ってないからね。ここまで傾けて回すような機体なのかは知らないけどかなり安定性も高い。大型機で重い割に安定性高いとかこれまでにない感じやん。一応先端のエンジンはミサイルを想定した重量にもしてあるからある程度再現性は取れてると思う。旋回の切り返しもかなりスムーズにできてる。ちょっとゆっくりなのはさすがにしゃあないで。じゃあ次はいつもやってる機体視点で旋回。画面左右に動くから苦手な人は目細めてみてな。ほら結構鋭く旋回してるでしょ。10段階評価だと6とかそのくらいで回せてるね。異常な見た目で空気抵抗もすごいのに考えられん。一つあるのはこの強いエンジン。土台はそもそも強力なエンジンついてるって設定だから問題ないと思うけど速度が落ちにくく維持しやすいこともあって旋回性能も高い状態続けられるんだと思う。この上にロボットというかガンダムの登場兵器乗せとったからな。なんかこれだといけそうな気してきちゃった。無理や無理。もちろんだけど直進飛行性能もかなりいい。ほとんど高度上げ下げせんとまっすぐ飛行できとるで。次はロールしてみる。ぐるっと左回転。皆さんこれ一応爆撃機や。これだけ機動性あればいけるって。180度。よいしょ。余裕でいけちゃった。途中で変な軸入るとかないのも不思議や。全体的な印象としては舵が重い戦闘機みたいでかなり飛びやすいかな。現実で小さいの作っても重量バランスさえ間違わなければ飛べると思うね。まさかここまでとは誰も想像できんやろな。エンジンパワーで無理やりなんとか飛ぶのかなって思ってたけど全然違ってびっくりしちゃった。この機体もカーバルスペースプログラムシリーズで作ってる人いないと思うから飛行シミュレーションとしてもかなり珍しい映像になってるはず。綺麗に飛べるところ再現できてよかったな。飛行結果としては土台は普通に飛行することができる。みんな OK かな？これ以上の飛行試験はもうええやろ。じゃあ他にやりたいことあるし基地に向けて帰還するまでに最高速度試験。現在の飛行速度秒速 270m、時速約 970km くらいや。両動きのエンジン点火。合計8機のロケットエンジン点火。飛行速度どうかな？時速 1100km、マッハ 0.9 くらいや。明らかに加速鈍いというかできてない。原因は水力制限 50% かけてるってのもあるけどそれよりも機体形状が出にくいんだと思う。明らかに空気抵抗すごそうな先端しとるからな。ガンダム設定よりも一回り遅いけどこれは仕方ないね。そろそろ内部のエンジン起動していいかな？また爆発するわ。自爆装置の作り方発見しちゃった。さっさと基地戻れ。はい、多分3分くらい飛行して基地戻ってきた。
雲で見えにくいけど正面基地や。西側からアプローチするよ。もちろん垂直着陸してみる。滑走路と大体の機体の向き合わせておく。コントロールを水平から垂直、ロケットみたいに真上に変更。垂直エンジン、燃焼開始。このまま減速すると失速するからその前にリフトエンジン点火やな。水平エンジンは切っておこうかな。膠着装置展開。出た出た。あとは機種を上げて減速しつつ降下に入る。降下速度はなかなかつかみにくいから速度の出しすぎに注意。速度計は前進と後進降下全部ごちゃ混ぜなっとるで。だから今進んでるのかバックしてるのかよくわかんないんだよね。もちろん左右の移動もある。地上まで残り50メートル。設置と同時に燃焼停止。ちょっと機体移動してるけどこのまま着陸。一発で成功してほしい。10メートル切った。エンジン停止。エンジン停止。おっとっと。めちゃ暴れたけどギリ着陸成功や。いけたいけた。飛行は完璧だったね。じゃあ今日ちょっと早いしガンダム好きなみんな疑問に思ってることやっちゃおっか。画像で出とったあれか。ゆるふわ軍事チャンネル。ちょい待て。どうしたのかな。フラップター界で作ったドーラおばさんや。30秒でしたくした。だから40秒や40秒。40。何回も間違えんな。皆さん左下も見てやってください。ほら、最近みんな乗りたい言うけど倍率高くて全然乗れてないんだよね。ドーラおばさんのお尻の真下でエンジンの真後ろや。スパチャありがとうございます。ありがとうございます。多分大変なことなる。視聴者さんなんてすんちゃんの赤ちゃんみたいなもんだからいいんだって。みんな行くよ。絶対嫌な予感しかせん。水力アップ。ちょストップ。やばいやばいやばい。ちゃんとストッパーあるから大丈夫。ほんまや。あれ？ストッパーもげとるやん。やっちまった。でも被害は軽微。大爆発した。あっちゃー。自爆装置積んどるんか。ずんちゃん何もしてないって。バラバラやん。もちろんドーラおばさんは無事。ニトラン顔パーツどこ行った？はい、再挑戦してます。垂直離陸は不可能と判断。水平離陸するよ。視聴者さん消えとる。泣き言は聞きたくないね。最高やろうか。スピードは十分。離陸行くよ。あ、どっかこすっちゃった。雑すぎやろ。待って、すごい後ろ重視になってる。水力変更も使って姿勢修正。もう完全に無理やりやん。よし、戻せた。ガンダムとラピュタ奇跡のコラボ。というかドーラおばさん小さいモビルスーツ並みのサイズあるやろ。笑った？いや、おもろいこと言っとらん。ほら、フラップ大会全然うまく飛ばせなかったじゃん。確かシリーズでも珍しく失敗した回や。だからずっと乗せて飛ばしてみたかったんだよね。ここでもう一回使うことできてよかったよかった。待て、スピン入っとる。こう見えてドーラおばさん軽いんだけど空気抵抗もあってめちゃ奇襲になっちゃう。いかに重量バランスというか空力の中心も重要なのかわかる。でも水力変更を使えばなんとか水平飛行できる状態だね。よし、慣れてきちゃったし可愛いずんちゃん低空飛行しちゃおっかな。絶対やめとけ。女は度胸だ。お前たち援護しな。激突するやろ。ほら塗ってるな土台だけど風の谷のナウシカじゃん。ラピュタやラピュタ。ひーやっどこの北斗の剣や。ずんちゃんラピュタのヒロインで今度出してくれないかな。空から落ちてくるエキストラか。優しく受け止めてね。そのままスルーでエンディングや。わろたにでもなんだかんだ言ってこの奇襲で上手に使えば鋭いターンができる。土屋圭一みたいにドリフト決めながら旋回してる。そんな感じ。強制的に機種上げくるっと回転する力働くからな。機種下げだったら地獄だけど慣れればかなりいい。ちょっと待った。落ちる。ドーラおばさん緊急脱出。パラシュート展開。なんか取れた。空からドーラおばさんが激突した。バラバラやん。ちゃんとパラシュートつけたのに。ニコニコしながら言うな。というか明らかにパラシュート小さすぎやろ。まあこれだけ飛べれば成功だって成功。上に乗せて飛行できることは分かった。よーし、じゃあ最後にあれやって終わろうかな。出た。そう、土台といえば背中に工夫。ロボットを乗せて飛行できる運用方法がある。乗っとるの鉄人28号や。
鉄人28号は18メートルに対して25メートルで作ったからでかすぎる。グフも同じ18メートルだから多分土台とサイズ感合ってる気がするね。若干土台が小さいかもしれんレベルや。ちょっとおかしいけど今からこの状態で本当に水平飛行できるのか調べる。いやちょっとの差やない。現在のスペックはこれ。重量は200トンオーバーの223トン。鉄人重すぎや。垂直離陸開始。さすがに浮かばんやろ。水力アップ。お、浮かんどる。なんか知らないけど離陸成功。これ水力カツカツやで。ギリギリ足りてる感じ。いい位置に乗せたから前後のバランスはそれなりに取れてる。土台の背中に乗せた状態でも一応垂直離着陸はできるってことで間違いない。まあ問題はここからや。下から押し上げてるだけだからできるのは当たり前といえば当たり前。ここから水平飛行ができるのかは全く話が違ってくる。やってみるしかない。今から水平飛行に移る。コントロールを水平方向に変更。前にちょっと傾けておく。水平エンジン点火。飛行開始。垂直エンジン停止。あかん。やっぱりこうなる。グフというか鉄人28号重たいから重心上がっとるんや。ちょうど回転してる中心のところに重心あるって計算になるはず。ちょうどすねから膝のあたりや。結論は土台の上にモビルスーツを乗せて飛行はできない。最低でも土台に両手ついて伏せた状態にしないとまともに重心取れないね。立たせた状態で飛行は絶対無理やな。今見てるようにくるくる回転しちゃうってのが結果で間違いない。それか鉄人の背中の動力を動かす案。機種下げの動き加えるんか。どの姿勢でも土台の水力とグフの水力がいい感じで釣り合うように連携させないと無理ってことになるよね。まあ頑張って作ればそれっぽく飛行できそうや。それ作るのずんちゃんなんだけど、大爆発した。土台にグフ乗せて再現飛行できるのか、それはまた今度だね。ということで今日も綺麗に飛ばせたしここまで。面白かったらチャンネル登録とかコメントもしてってな。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。